ダグラスさん。私はダメだ。もう走れない。無理だ。だから言ったんだ。こんな私が逃げるなんて。ダグラスさん、メガネならここにあります。しっかりしてください。もういい。言ってくれ。何を言ってるんです。あと少しです。森を抜ければ私の車が。散歩は終わりだ。仕事に戻ってもらおうか、ダグラス・ガーク。誰の差し金だ？この頭をボールにしてクリケットをやってから答えるか。ここは画商クリフォード・フェリスさんのセカンドハウスですね。質問は受け付けねえ。聞いてんのはこっちだ。最近今まで知られてないドガやゴッホの作品が出回ってましてね。贋作の疑いがあるものの高値がつくほどの人気になっているんです。ダグラスという贋作者の作ではと噂されているんですが、当のダグラスは引っ越しを繰り返し、ここ数ヶ月行方不明。絵に保険をかける人もいる。そこでロイズが調査を依頼してきたわけです。で調べたらほとんどがフェリスさんを経て市場に出てるじゃありませんか。保険のオプか。それにしちゃ落ち着いてるじゃねえか。気に入らねえな。人思いにやっちまってもいいんだが、一応フェリスさんに伺いを立てねえとな。それまでこんなところでどうだ。お前には手かせ足かせが無駄なようだからな。さっきも4種類の鍵を破ってきやがって。ダグラス・ガーグ、晩飯まで精を出せよ。絵は今日中に仕上げるんだ。何？まだドガが仕上がらない？ネジを巻いておけ。そうだ。夜半にはそっちへ着く。キートンという男のことは調べておこう。ドジを踏むなよ、モリス。保険会社のオプだと？晩年のドガのタッチにそっくりですね。その頃ドガはほとんど目が見えなかったそうじゃありませんか。ありがとう。骨が折れたようです。イーゼルを一つ取ってもらえませんか。私は助けを呼んだ覚えはない。あんたが勝手にやっただけだ。すいません。もう一つイーゼルをいただけませんか。杖にします。もう一度逃げましょう。私は絵を描くとき以外メガネを取り上げられているんだ。メガネなしじゃ一日先もおぼつかない。逃げるなんて無理だ。今はメガネもあるし、私も杖さえあれば何とかなります。一人で行ってくれ。あなたは監禁されて贋作を作らされているんでしょ。私はここにいても外に出ても同じだ。身寄りも友もない。気にさえ来なかったら何の問題もなかったんだ。でももうダメです。私が来た以上殺されるかもしれませんよ。君はね、私には贋作の腕がある。奴らこれを必要としているんだよ。確かにあなたの腕は優秀です。
過去のどんな画家のタッチも自分のものにしている。きっとあなたのオリジナルの絵も素晴らしいんでしょうね。自由になって自分の絵が描きたくないんですか？飯だ。予約なしなんでお前のはないよ。どうした画伯先生よ。昨日からちっとも進んでねえじゃねえペンキを塗るようなわけにはいかんよ。か。あいつの手当てなんかしてる暇ないんだがね。なんだこりゃ。言っとくがな、ダグラス画伯。あんたの絵なんか一銭にもならねえんだよ。こんなもの描いてる暇があるなら贋作に精を出せ。必ず明日までに仕上げるんだ。いいな。ハイランドですね。それもベン・マクディさん。ギャリー渓谷あたりだな。ギャリー渓谷を知っているのか？一度行ったことがあります。美しいところですね。はためには美しいところで済むだろうが、ブレアゴルムという牛のほか何にもない貧しい寒村だ。私はそこの農家の生まれだ。当時は電気もなかった。しかし故郷の美しさが画家としてのあなたの感性を磨いてくれた。くだらん。畑仕事以外で夢中になることを両親は喜ばなかった。だが絵を描く以外に楽しいことなど何もなかったのだ。絵の具も紙も十分にない時代だった。私は人目を忍んで木陰や納屋の壁に森や牛の絵を描いた。しかし暗いところで描き続けたせいか8歳で立派な近視になっていた。両親は眼鏡にかかる出費を呪ったもんさ。中学を終えると絵を描きたい一心でロンドンへ出た。働きながら何度か美術学校へ通ったが卒業まで金が続いたことはなかった。だが絵は描き続けた。食べ物もろくにない部屋で画布が買える限り描き続けた。たまに売れる作品も買い叩かれ部屋代にもならなかった。私は画商のもとで古い絵の修復をしながら細々と生きていた。30年描き続けて得たものはただ一つ、ひどい近視。それだけだ。何の音だ？私は諦めの悪い性格なんです。あなたがキートン君か。よろしく。クリフォード・フェリスだ。礼知らずに用はない。先生、調子はどうだね。いつ見てもあんたの動画は素晴らしい。進みは良くないな。私は今からロンドンに戻ってオークションの案内状を配るつもりなんだよ。贋作しか取り柄のないお前を拾ってやった私に泥を塗るような真似はしないことだ。真摯に恥をかかせる奴は死に値する。それを忘れんようにな。あのキートンという男、厄介な奴なんだ。2年前のモネの贋作事件覚えているか？ヤードの警官も手を貸していた。あれを陰で解決したのがキートンだ。ますます気に入らねえな。今夜ロンドンへ戻るのはやめだ。今の絵が上がり次第2人をやれ。館も火をつけて証拠は全て消すんだ。ダグラスさん、すいませんがそこの彫刻のレプリカを取ってもらえませんか？ダグラスさん。日本に芸術は爆発だといった画家がいましてね。
どうして贋作を始めたんですか？ある力を感じるようになったんだ。20年ほど前だ。安い金でゴッホの模写をしていた時、疲労と空腹の中で私は何かある力に取りつかれた。手が勝手に動き出したんだ。その力に導かれ、私は書いて書き続けた。そこには完全なゴッホの絵があった。それからは巨匠の作品世界に浸りきり、彼らの感覚で感じ、彼らの望むタッチで描けるようになっていった。自信のついた私は新作を描くようになった。巨匠たちの新作をね。著名な評論家はこぞって絶賛した。金の心配は失せ、ようやく不自由なく絵に打ち込めるようになった。だがその頃なぜか悪夢を見るようになった。私は幼く見知らぬ森を歩いている。そのうち私は少しずつ気づいていった。本当に絵を描いているのはオリジナルからあふれてくる巨匠たちの情念であって、私はその傍らで絵が出来上がるのを眺めていただけだ。私は彼らに操られていただけだったのだ。今こそ自分の作品を描こう、そう思った。しかしキャンバスに向かって呆然となった。何を描くべきかわからないのだ。巨匠の作品世界の外ではどう描けばいいのか。私は自分を見失ってしまったのだ。ところがここ数週間、悪夢の内容が少しずつ変わってきた。あの夢はまだ眼鏡もかけてない頃、山道に迷ってしまった時の記憶だった。泣き疲れ、重い足を引きずって歩いていた時、贋作の時間を盗んでそれを描こうとするんだが失敗ばかりだ。これ以上どうやっても描けない。キートンさん、分かっただろう。私は視力より大切なものをなくしたんだ。もはや自分で見、自分のタッチで描くことはできない。画家としての自分を完全に失ったんだ。ドガは晩年3人の踊り子を描いた頃、目がちょっとでも疲れるともう見えなくなったそうですね。そこで彼は手間のかからないパステルを使うようになった。ドガは厚みの出ないパステルに薄くした油絵の具を混ぜたり、細かい描写には線を交錯させたり、さまざまな工夫をしたと聞きます。その試行錯誤があったから大胆な構図と色で踊り子や洗濯女を輝かせることができたと思うんです。彼だけじゃない、多くの巨匠が晩年新たな画風を自分のものにしています。私に巨匠たちのような才能はない。目が悪いのはドガと同じでもな。3次元のものを2次元平面に移すというのはと
高度で奥深い作業だと思うんです。古代エジプトの体は正面で顔は横向きという画法から、中世の遠近法、日本の浮世絵、目で見たものを自分のものとして捉え表現したいという情熱が古来人間の深いところにあると思うんです。ずいぶん昔のことを知っているんだね。私は考古学者になるつもりでしたが、現実はこの通り探偵家業です。しかしいつかドナウ流域からヨーロッパ文明の源を探し出すつもりです。おかしな人だ。足を折られてじき殺されようとしている時にそんな夢物語を。あなたこそ贋作しか書かされないこの部屋の中で自分の作品を描こうとしているじゃないですか。あなたにだってできます。あなただけの故郷の風景を描き上げればきっと自分を取り戻せるはずです。もうおねんねかいお二人さん。すごい爆発だな。電球に木炭と溶き油を入れ彫刻に埋めたんです。ダグラスさん。モリスなんだ今の音は。フィリスさん、こいつら逃げる気だ。早く行きましょう。さあ早く。そこまでだ。厄介なことをしてくれたね、キートン君。紳士の忍耐にも限度がある。どこだ？どこから撃ってほしい？ダグラスさん。こいつがくたばるのを見られないか。なんだこの絵は。なるほど、ドガを仕上げずこんなものを描いていたとはな。見える。言ったはずだ。私の顔に泥を塗るなど。しかしなぜ急に目が。事故などで角膜が傷つき視力が回復する事例を聞いたことがあります。傷で屈折率が変わり正しい像を結ぶことがあるんだそうです。ダグラスさん。なんだね。いえ。目を直したらハイランドに帰って山や湖を歩いてみるよ。
老人、それは孤独な人々。同じ時を過ごした仲間たちに去られ取り残された存在。死を身近に感じながら生き、死の香りを嗅ぎ取る能力を得た存在。彼は言う。また一人友が去ってゆくと。次回、匂いの鍵。